んでからじゃないですか。はい、禁断。あ、でもいらっしゃってましたっけ？で、キレもね、いろんなキレがあって、なんか言うこと聞いてくれないキレもあるんですよ。あ、でもこれがね、こういう寸法機械があって、一体あたり 7.7 使うと、だるまの場合はもうシンプルで型紙が取ってあってですよね。極力無駄が出ないように、そうなんです。微妙にね、重ねの色ちょっと変わっただけで、飛んでからじゃないですか。はい、禁断。大体まあロットで10メートルあるんですよ。大体頭入ってるんですよこれ。どこに何置いてあるか。生地屋さん、岩槻にあるんですよ。でそこで新しい型に対してどういう柄が合うかなって探したり見に行かないと、流行っていうか微妙にあるんですよね。でこんな色が出てるとか、こんな柄が流行ってるとかだけじゃないんですけど、かなり上にあるんですけど。自己流ですけどね。これか。そうですね。これだな。これだ。黒。そうですね。筋掘ったやつ。筋掘って買ってきてっていくわけですよね。ちょうどあれかな。招き猫の鈴をぶら下げる。この前にこれを原型を作ってあるわけですよ。こういう今みたいなカッターもあるし、慣れちゃえば何でもないんですこういう谷間は入れやすいんですよね。あらかじめこう道を作っとくとそこに当てやすいんですけど、ここにこう花柄を入れるとか、鉛筆で描いたものをその線に沿って彫るとかっていうと、やっぱりこうブレるんですよ。
これ9枚取れるから今5枚重ねてるんで45人分。全体にこうシワを逃げてもらって、この切れとこうなんていうか仲良くなって。寄ってたりするんで。なんでもなさそうだけど結構複雑なとこですね。この着せるっていうことだけに限っては器用な人はそこそこやりますよ。生計を立てれるようになるっていう感じだと整形はね立てらんないですよね。上がってくるたびに指導してこう直して一本ずーっと違う色が入ってるとそれが柄が生きたりするから、これやってるせいかどうかはどうなのかな。ここだからここが本当はここにいなきゃいけないんですってこので切れもねいろんな切れがあって厚い切れとかなんか言うこと聞いてくれない切れもあるんですよ。
側からこうやって完成ですか？そうですね。完成だね。